京都のホテルで朝原将校と密会しました。円安上等1ドル300円でも誰も文句を言うはずない。円の大幅な過小評価を是せず。ということを信じて、あなた方は斉藤元彦と投票用紙に書いたんです。台湾沖航空船ってあり得る話でしょ。で、111万人の斉藤元彦と名前を書いた人たちは、あなた方はどんだけ何を言い繕ろうと、あなた方は台湾沖航空船と全く同じことをやってるんです。とんでもない罪を犯してるんですよ。という邪悪な勢力が勝ったんですよ、あの選挙は。で、それはね、絶対回復されなきゃいけないんです。長い間僕のこと知ってくれてる人はご存知だと思いますが、毎夏僕はうつ気味になるというか、明確にうつになります。で、まあ、だんだんマシになってきてたんです。で、まあ、例年ね、年を追うごとにマシになってはきてたんです。まあ、原因はいろいろあるんですよ。なんで夏になったらというのは。原因はいろいろあるんですけども、子供の時からこの傾向がありましてね、沖縄の慰霊の日超えたら、まあ今はそうでもないんですけど、僕ら子供の時というのは、まあ僕は昭和49年生まれですから、戦争終わって30年経って生まれてるわけですからね、30年、29年経って生まれてるわけですから、わずか。今思うと、阪神淡路、今日と阪神淡路の距離ぐらいしか離れてないわけです。時間的に生まれた時はね。まあ周りに戦争経験者、戦災経験者、それから戦争経験者、直接的に日本の侵略戦争に従事した人たちっていうのも周りにたくさんいた。で、一方で15年戦争の後半というか、15年間続いた戦争の時代の最後の3年間、日本がボコボコにされた最後の3年間、そのボコボコにされた被害の被害者の一つがわらわらいたわけですね。そういう社会状況ですから、僕ら子供の時っていうのは、まあ今50代、60代の人って覚えてると思いますけども、6、7、8というのは、まあ6月の末から8月の15日にかけては、まあいわゆる戦争特集、戦争特番というのがテレビで目白押しでした。まあそれはドキュメンタリーという形であったり、あるいは黒やめであるとか、二十四の瞳であるとか、広い意味での戦争に関連する作品の映画を流したでありとか、あるいはテレビでは向田邦子系の、まあ向田邦子のドラマと言われているものの大半は向田邦子のドラマではないんですけれども、向田邦子が脚本したような、あるいは向田邦子が脚本したかのようなドラマというのをやってましたね。で、要はね、子供の時から僕は日本が大好きですから、まあ小さい時はね、その日本の侵略行為の加害性ということ、それから日本人の愚かさなんてことは知りませんから、大人になるとね、いやもう典型的なアホやんって、よくいるタイプのアホやんとかいうことに気づくけど、子供の時というのは、その戦争というまがまがしいものが、この夏、日本という美しいものを徹底的に壊してしまったんだという、ある種こう美化されたようなね、その8月、7月、6、7、8月の解釈だったんです。まあそんな単純でアホなパースペクティブで戦争を振り返るなんて、まあ10歳、11歳、12歳ぐらいまでティーンエイジャーになるぐらいまででしたけど、ティーンエイジャーを超えてからは、それなりに本も読む人とも話するってことになってくると、いかに日本が愚かであったかってことがわかりますわな。愚かかつ邪悪であったかっていうのがわかりますわな。そういうことを考えると、やっぱり落ち込むんですよね。打つとは言えんけども。もう落ち込むという。で、どんどん賢くなっていくじゃないですか。そうすると、具体的にね、まあ一番俺愚かだなと思うのは、もちろん侵略戦争愚かなんですけども、一番愚かだなと思うのは、未だに覚えてますわ。15歳でした。なぜ15歳って覚えてるかっていうと、5の切れ目ですからね。1945年8月15日で5いっぱい出てくるでしょ。俺、お前15歳やと思ったのすごい覚えてるんですけど、15歳でした。台湾沖航空船の顛末を、知った時の衝撃たる、いや、ないよね。これはまあ、15年戦争の戦士に詳しいことやと思います。まあ、台湾沖航空船ってね、どういうことかっていうと、まあ、知らん人に手短に解説すると、台湾沖航空船ってまあ、マッカーサーがこう、
飛び石で帰ってくるじゃないですか。巻き戻してくるじゃないですか。ほんでまあ、フィリピンが落ちるんですよ。日本が占領したらフィリピンが落ちるんです。で、その次、まあ、台湾沖がまあ、主戦場になるだろうと。まあ、みんな想定しますわ。次フィリピンだとは台湾だと。で、大本営発表しちゃうんですよ、まず。戦闘してへんのに。で、その頃も日本の船はもう、大半が沈められてますから、マッカーサーとか、まあ、連合軍の船と対抗するのに、出す船があんまない状態なんですね。まあ、虎の子の船はだいぶこう、溜めてありますけども。で、せやから、大本営発表の体というのは、台湾にある航空基地から、陸海軍共同で、航空機が旅立って、フィリピン沖に停泊している米艦隊を散々打ちのめしたという大本営発表をするんです。嘘っこの。大嘘。てか、めっちゃ勝ったというのが大嘘なだけではなくて、そもそも戦闘行為そのものをしてないんですよ。船1隻しか沈めてへんのに10隻沈めたとかっていう世界じゃないんですよ。そもそもやってもないことなんですよ。厳密に言うと、まあ、それに近しい行為はあったんやけど、全くやってないと言っていいんですよ。台湾沖航空船に関しては。ただ、戦果が欲しいという、こっち側の心理的ニーズがあったから、大本営発表で、めっちゃ飛行機飛んで、めっちゃアメリカの船沈めて、アメリカの空母2隻も3隻も沈めました、みたいな大本営発表するんです。1を10にするんではなくて、0を10にする嘘を言うんです。まあ、そこまでは、アホやね、と思うかもわからんけど、その大本営発表に出てきた数字をほんまに信じて次の作戦を実際に立案してしまうんですよ。意味わからないでしょ？俺の言ってること。信じられないでしょ？もうすっげえ苦しいから、自分で虚偽のメディア発表して、そのメディアの発表を自分でほんまやって信じ込むんです。あれ多分おかしいでしょ？で、みんなここで斎藤や立花やって名前出てくるでしょ？俺がなんでこだわるかわかるでしょ？まあ何しか前その15歳の時に台湾沖航空船の顛末を聞いて、いや、ちょっと待って、こんなに来るのっていうのをね、いや、それみんな病気言うでしょ？それ病気は病気や言うけど、その作戦立案したのは間違いなく当時の日本の最高学歴保有者ですよ。当時8000万人の人口でしたけど、日本人は8000万人の人口の命運を握っている国家の最高指導者と言われる人々がそうなってしまったんです。で、自分でついた虚偽の発表を真実だと信じ込んで、もうそうなるとね、まあさっきちょろっと申し上げましたけど、その10歳前後の頃、9歳、10歳、まあ、記憶に残ってるのはね、9歳、10歳ぐらいの時は、特に向田邦子系統のドラマとかを見てると、こんなに美しかった戦前の日本を戦争というものは潰してしまったんだ、みたいなね。単純なパースペクティブで、1945年8月15日よりも前の日本を見ていた菅野青年は、それなりに本も読み、人と読むだけでよりに、まあ15年戦争の満州事変から始まるね、ことを知り、まあ、大人になってさらに、尾形貞子の満州事変に出会いとか、まあ高校生の時に出会いとかって、よう考えたらもうちょっともうアホばっかりやん、もう満州事変からってこと、まあ、いかに我が国の我々の父祖、父、祖父、祖母、まあ、父母は関係ないかも、俺たちの世代。関係ないことはないけども、直接関係はないか。祖父母の世代というのはいかに愚かだったんだろうってことに気づいて。これで、南市戦線に従軍してた、素敵で大好きだった、自分が大好きだったおじいちゃんが、記録ベースで考えるとどう考えても南京事件に加担しているってことを、本人は認めないし言わないし、こっちも聞けないけども怖くて。あの時の南京にいたということを知ってしまうわけですよ。いや、まあ、それはまあ、ちょっと一回おっさん画報に書きましたけども。で、大好きだったおじいちゃんがそうだったのか、ということを知ってしまう。で、それがね、やっぱり戦争のことを考えるというのが、冒頭申し上げたように、この時期になると昔は、テレビとかね、メディアはずっと戦争の話をしますから、おじいちゃんそういえば、とかって、頭の中に中国戦線でいかに日本が負けていたかということが入ってくると、
そういえばおじいちゃんあの時どこ歩いてたんやろとか調べてみると、おい、おったかな、おい、南京にってことを、高校2、3年生になったら気づくわけですよ。で、その頃の夏におじいちゃんが死ぬんですね。で、その後僕アメリカ行くでしょ。で、アメリカ行ったら今度は、5月から8月にかけては逆にお祭り騒ぎなんですよ。ドイツに勝った日、日本に勝った日ですからね。VG デーと VJ デーって言うんですけど、その陰と陽逆ですわな。5月に対独戦が終わってるでしょ。で、8月に対日戦が終わるでしょ。その間に7月に独立記念日があるわけでしょ。だからもう、この時期、こう、お祭りシーズンなんですよ。だから向こう行ったら向こう行ったで、まあ夏休みで日本に帰ってるパターンが多かったですけど、で、それで、やっぱ若い時からそうやって体調崩しがちだったんですよ。ちょっと陰鬱になって、決定打は帰ってきた次の年の7月の終わりに、6月の終わりに、うちの母親が亡くなったことですね。ということで、その、6、7、8には、俺にとって嫌なことというか、なんかね、ちっちゃい時から物事を考えるシーズンで、そこへ肉親の死というのも重なったっていうこともあって、25歳以降は、もうちょっと夏になるともう全然ダメみたいな状態が続いてたんですよ、僕の中ではね。で、毎年、まあ、古い視聴者の人とか長い間見てる人やったら、ガチで菅野は7月、8月体調を崩すということをよくご存知だと思います。で、今年はうまいこと言ってたんですよ。今年はね、もう全然大丈夫や思ってたんですけど、ちょっともう、今朝からダメでね。今朝から急に、ポーンとダメになりましたね。急に来ました。まあ、8月や6日、9日、15日ってことで、まあ今日4日ですけども、広島の日を目前に据えてですね、各新聞が被爆者の方のインタビューとか手記とかを掲載してるんですね。それを目にした瞬間から、ちょっと横になりたいぐらいしんどいです、今、ほんまに。まあそれでいろんなこと考えるしね、その戦争に関係のないこともね、そのいろんなこと考えるし、まあ余計なんですけど、ちょっとしんどいですね。でね、まあ予兆はあったんですよ。さっきの台湾沖航空船の話、信じられないでしょ。なんか、今日は配信せんとなんかおもろいの見てたらええんちゃうやんとか言うてる人いるけど、それはね、あんまり菅野保をご存知なんです。古い視聴者に聞いてもらったらわかりますけど、ほんまにね、ずーっと体調悪いんですよ。8月15日まで。だからあと10日間ぐらいずっと体調悪いんです。休んだところでしんどいんですよ。だからどうしようもないんですよね。だからもう一番ええのは忙しくすることなんですけど、まあ今日ポーンと来たの一つの理由はようやくこの1ヶ月半苦しみ抜いてた原稿からようやくギャラチェックが終わって完全脱行できそうだという目処がついたということがまず一つ。ちょっとその暇になるというか暇ではないんですけども、ちょっと楽になるという。で、まあちょっとさっき台湾沖航空船の話をしましたけど、台湾沖航空船ってちょっとありえないでしょ。そんなアホなことあるはずないやないかっていう話じゃないですか、台湾沖航空船って。自分が流したプロパガンダの内容を自分で信じて、作戦立案して、で、ボコボコに、また今度逆に、沈んだと思ったら、現場に行ったら、前に流したプロパガンダがあるから、それを信じてるから、その前のプロパガンダで沈めたというプロパガンダの発表した船がいるわけ。わかる言うてること。自分で沈めました戦艦何々を沈めました空母何々を沈めましたって発表して、それはまあ、その時は発表する時はこれはプロパガンダで嘘やって分かってんねんけど、そのプロパガンダをほんまに信じて、そやからフィリピンにはこんだけしかアメリカの船はないはずやって、そやからこれで行っても十分やって言ってみたら、この間プロパガンダで発表して沈んだっていう船が勢揃いしてる。おかしいな。さらに陰惨なことなんですけど、どうもなんだけど、すごい心の基準が動いててね、軍政と軍令の対立みたいなのがあるんだけど、そうやって発表したってことはお前らそのつもりでいるんだよな。
だったら上等よ。その前提で動いてやるよ。お前らがそういうことをやるんであれば、俺たちはその虚偽の情報にわざと乗って損害を生んでやるよというきっかけはそこにあったっぽいんですよ。どうも。わかる？いや、そんなことしてへんのに、そんな発表したら、お前、こっちがお前、ややこしなるやんけ。お前らのせいでややこしなったということを、立証してやるぜ、というモチベーションが最初に動いてて、それで当てつけのように作戦立案してたんだけど、作戦立案ということをやり始めると、その当てつけがモチベーションだったってことを忘れて、みんな本当にそうなってるはずだって、集団で幻想を思い込むという心の機情ですよ。意味わからんでしょ？でもね、意味わからんって言いながら、そんなやつおるわけないやろと。そんなやつおるわけないやろ。そんなやつおるわけないやろって思うやん。なんぼなんでもたもっちゃん、そんなアホおるわけないやろと。今日からっていうのもう一つの原因はね、昨べこれを見かけたからです。ちょっとね、倒れそうになりました。高橋洋一さんです。私たちは円の大幅な過小評価を是正するための日本の決定的な市場及び金融措置を強く支持しますということで、日米の共同介入、その円高誘導の共同為替介入を高橋洋一さん歓迎しておられるんですけど、この人ね、つい最近までね、1ドル300円でも誰も文句言うはずないって経済学者の高橋洋一さん首相、読売新聞の一面トップですけど、日米過度な円安は是正ということで追加介入も示唆してね、昨日もこの時間でちょっと話しましたけども、日米両政府の財務担当者が、片山さんとベンセントが両方とも、介入したよという。いや、これが円安上等1ドル300円でも誰も文句言うはずない言うてたのが、これよ。そんな台湾沖航空船みたいな、そんな、なんぼ戦争やってる最中やから言うて、プロパガンダ流して、プロパガンダの内容を戦争の作戦遂行を考えてる人が信じてしもて、このプロパガンダに基づいて作戦を立案するなんて、そんなアホな、なんぼ日本人頭悪いでも、そんなブサイクな、そんな醜悪な、そんな邪悪なやつおらんやろ。そんなやつおらんって、そんなやつおるはずないやん。そんなやつおるはずないよ。おったわ。でね、この人、2024年の兵庫県知事選挙で、斉藤さん悪くないっていうことを YouTube で散々喋ってたんですよ。あともう一人、高橋洋一、東京のテレビで見かけない、大阪のテレビでよう見かけるでしょ。大阪のテレビっていうのは、能力に問題があって、テレビに出れない人が出る生活保護みたいな番組ばっかりですから、大阪のテレビ番組いうのは。東京のテレビに出ないんじゃないですか。高人とか一時期の上岡龍太郎みたいに、東京のテレビに出ない人ではないんですよ。どっちかっていうとタムケンタイプです。高人とか上岡龍太郎は東京のテレビに出ないですけど、タムケンは東京のテレビに出られないでしょ。これ違うんですよね。東京のテレビに出ることが能力的にすんたらずで無理な人がご飯を食べるために生活保護を受給するように出るのが大阪のテレビです。で、高橋洋一さんはそういうところに出てはるわけですけども、あともう一人ですよ。台湾沖航空船の話をしましたけど、この人、須田さんね、この人も2024年の兵庫県知事選挙で斉藤さんのことを一生懸命応援しておられました。これが何よりの証拠ですわ。いや、だから、信じられへんなと思うのはね、僕らの業界の中では、須田さんなんてあかんに決まってるんですよ。さっきの台湾航空船の話、あったでしょ。自分の流したプロパガンダをそのまま信じ込んで作戦立案してしまう。言ったでしょ。須田さんも同じことやってるんですよ。須田さんね、朝原将校と京都のホテルで直撃インタビューして、朝原将校のインタビュー記事を作った。30年前ですけどね。
朝原将校が警察から追われてるけども、京都のホテルに潜伏してて、その潜伏先の京都のホテルで朝原将校と独占インタビューをすることが叶ったって言うてはったんです。で、次の日、上久石木村のサティアンの中で、壁の中で隠れてた朝原将校、警察に逮捕されてるんです。いや、ほんまは誰と会ってたんだろうって、誰とも会ってないんですよ。平気でそういう嘘つく人なんです。いや、かばうわけやないけど、例えば藤倉さんとかね、俺みたいに、あるいはもっと大きなところで言うと、三島由紀夫みたいに、書きすぎてね、ほんまのこと書きすぎて名誉毀損で怒られるってことはありますよ。せやけどね、この人ら高橋さんにしても須田さんにしても、ないことはある言うんですよ。で、あることない言うんですよ。いや、チェホンマンとインタビューして、我々は先日、往年の格闘技スター、チェホンマンとの独占インタビューを敢行した。ホテルにやられたチェホンマンの身長は16メートル。それは書きすぎってことですよ。いや、それはなんぼチェホンマンでかいよとも16メートルいうことはないやろ、いう話です。それは誇張いうやつですよ。須田さんとか高橋さんは、会うてないチェホンマンのことを書くの。チェホンマンの目は小鹿のように澄んでいた。書くの。世間の人はチェホンマンの巨体を、会ってないのに会ったって書くんです。という人に騙されたのが、2024年11月の斉藤元彦の再選が決まったあの選挙です。という人に、もうそういう、こういうのに騙されたんです。いや、これね、絶対誰かが言い出すかなと思ったんですけど、これね、虚栄中にあった実はプチ虚栄中だった。これはね、半ばちょっと騙されてるとこあるわけですよ。騙されてるじゃないからね、この人がやったことは。この人がやったことは騙されてるじゃないから。朝原将校と京都のホテルで会ったって。違うやん、それは。こう言うてて、円安上等1ドル300円でも誰も文句言うはずない言うてたやつが、片山さつきとベンセントが協調介入した言うたら、その日に、私たちは円の大幅な過小評価を是正するための日本の決定的な市場及び金融措置を強くしますって言えてしまうのよ。英語性って。で、これ英語もおかしいんやけどね。We strongly support Japan's decisive market and monetary steps to correct a substantial undervaluation of the yen. この人もっぺんやるけど、円安上等1ドル300円でも誰も文句言うはずない言うて、日米両政府が為替介入したって聞いた途端に、私たちは円の大幅な過小評価を是正するための日本の決定的な市場及び金融措置を強く支持しますって言えてしまうやつが、我が国の総理大臣のブレーンですよ。それはええねんけど、別に。まあ、高市さんでさ、お似合いでしょうよ。サザンが8って言うてしまってるこの家庭教師は、服86言う人でないと無理ですよ。9の段までは進んだなぁ、言うて。ちゅうことでしょうよ。円安上等1ドル300円でも誰も文句言うはずない言うてて、下値も乾かずうちに、円の大幅な過小評価を是正するための日本の決定的な市場という人の言うことを信じてあなた方は投票用紙に斉藤元彦と書いたの。京都のホテルで朝原将校と密会しました。円安上等1ドル300円でも誰も文句を言うはずない。円の大幅な過小評価を是正する。ということを信じて、あなた方は斉藤元彦と投票用紙に書いたんです。台湾沖航空船ってあり得る話でしょ。だから笑い話じゃないんですよ。笑い話にしちゃいかんことですけど、人が死んでんねんから。笑い話にしちゃいかんことですけど、台湾沖航空船って。台湾沖航空船そのものでは人は死んでないけども、その後、その結果人が死んでるわけですから、笑えんわけですが、台湾沖航空船そのものがないわけですからね、基本ね。だから人が死んでるから笑い話じゃないんやけど、そんなことありえへんやろ、ありえへんやろって、そんな、なんぼ日本がアホでもそんなことありえへんやろって実際やってたってのようわかるよね。
で、111万人の斎藤元彦と名前を書いた人たちは、あなた方はどんだけ何を言い作ろうと、あなた方は台湾沖航空船と全く同じことをやってるんです。とんでもない罪を犯してるんですよ。それは、刑法の何条に違反しているかとか、どうたらこうたらいうレベルの話じゃないですよ。人間としての根源としての罪を犯してるんです。でそれは明確な邪悪なるものに対する加担であってね、確かに刑法の何条に違反してるとか、民法上の違法行為であるとかってそういうことではないかもわからんけれども、明確に既存してるわけですよ。111万人は詐欺で騙されたんじゃないですよ。積極的にあなた方は祭りに参加したんです。でね、これでね、ちょっと、機能していくって、アウフヘーベンするみたいであれですけど、という邪悪な勢力が勝ったんですよ、あの選挙は。で、それはね、絶対回復されなきゃいけないんです。でね、ここでね、恐れてはいけないのは、分断はいけないっていうかね、分断はいけないって、分断がいけないに決まってるんです。分断はいけないに決まってるけれども、例えばね、人殺しに手錠をはめて刑務所に入れることをね、誰も分断って呼ばないでしょ。でもあれは文字通りの分断ですよね。分断であるか分断でないか言うたら、それは社会を犯罪者と犯罪者でない人を分断してますわな。犯罪者を刑務所に入れるということは、鉄格子で分断してるんですよ。でね、斎藤元彦の分断というのはね、避けられないもんなんです。僕は分断はいいとは言ってませんよ。分断というのは避けられないもんなんです。まあ当たり前の話ですけどね、そんなんね。でしょ？だって僕たちの社会はもうすでに犯罪者と犯罪者でない人を鉄格子で分断してるわけですよ。で、またそれは分断せざるを得ないわけですよね。で、その時にその分断、まあそれ極端な事例ですけども、いや、あなた方ダメですって言わなきゃダメなのよ。こういう人たちには。あなたはダメですよって言わなきゃダメなの。こういうことしちゃダメですよ。でね、さらに言うと、僕は須田慎一郎であるとか高橋洋一の言うことを聞いて、あるいは立花隆の話を聞いて本当だと思い込んだ111万人の兵庫県民はね、僕は一方的な騙された行為、詐欺行為の被害者だと思わないですよ。むしろ加害者の側面があると思う。で、それはね、邪悪なものに加担したという意味で加害者ですよ、明確な。ただね、そこをね、若干自分たち、いや違う、俺たちは騙されただけなんだって言うんだったら、じゃあ次騙されないように何するか言うたらね。いや、例えば、須田慎一郎がさ、何言うたかってさ、もうアウトやん。京都のホテルで朝原将子と密会していました、みたいなこと言うてるという。嘘ついたらあかんと言うてる意味ではなくてね、それは人間嘘つく時もありますよ。唐揚げ食うたん誰やと、俺と違うって。お前口の中に油ベタベタついてるやんけみたいなこともそれはあると思うよ、そらね。そやけど、職業において嘘ついてるんですよ、彼は。本業において。30年前に。それ一発退場ですよね、それ。で、しかもね、須田慎一郎の例と高橋洋一の例をなぜ並べたら、例えばヘライザーとかカシーナッツとか、YouTube でわーわー言うとった連中はね、まあ別に行さんおりますよ。なんで高橋洋一と須田慎一郎について言うてるか言うたらね、嘘の動機がね、飯食うためでしょ。要はさ、30年前の地下鉄サリン事件の後のね、地下鉄サリン事件の後の日本の状況で朝原将子と会いましたって言うたら、それはもう超ド級スクープですよ。日本の警察権力が総力を挙げて行方を探してる人間を、一回のジャーナリストが行方を突き止めて特選インタビューを敢行するなんてことはね、そんなもん、メジャーリーグの試合に大谷翔平の代わりに代打で出て逆転サヨナラ満塁ホームラン打つぐらいの主勲章ですよ。もしそれがほんまやったらね、えらいことですよ。今若い子はその地下鉄サリン事件なんか覚えてへんけど、30年前の日本の社会の雰囲気を思い出したらね、そんなもん、大主君ですよ。で、このおっさんは、という嘘をつけるおっさんなんです。いや、だからその嘘がね、
どの種類の嘘かって考えたらわかるのよ。で、それがもしほんまやったらどうなんねんってことを考えたときに、その嘘の動機が有名になりたいとか飯食いたいという極めて愚劣なことで嘘をついてることはわかるでしょ。高橋陽一もこうですよ。こんなこと言えるんよ。こんなこと言うとったのに。こんなこと言えんの。で、これもさ、その場その場で飯食うために嘘ついてるでしょ。どの種の人々にあなた方は騙されたんですかって話ですよ。どの種の邪悪に加担してるかってことを考えた方がいいですよ。で、これもまだ騙されてないと思うんであればね、別にまだ騙されてない。騙されて、確かに須田さんと高橋さんは嘘なことを言うてたかもわからんけど、出した答えは正しかった、みたいなね。確かに商店街の奥で高い羽毛布団を売ってるあいつは詐欺師で、俺はあいつから羽毛布団を買ってしまったけど、この羽毛布団があったかくて気持ちいいのは事実だ、みたいな正当化の仕方もあると思うんです。わかる？俺の言ってること。確かに、お兄ちゃんの言うように、商店街の奥で高い羽毛布団を売ったのは、あの人は詐欺師なんかもわからん。で、ほんまは7、8万の羽毛布団を200万で買うてしもたかもわからん。そうかもわからん。せやけども、この羽毛布団があったかくて気持ちいいのは間違いない。みたいな正当化の仕方があると思うんです。そういう正当化の仕方はあると思うんだけど、でもそこでその羽毛布団そのものを肯定する。だから斎藤元彦に投票したということそのものを肯定するにしたとしても、その答えに至った基準に自分が騙されたとか虚偽の情報を掴んだかどうかということは検証しなきゃいけないんじゃないの？で、それは羽毛布団ではなくて、しかも社会的な事柄であなた方は騙されてるかもわからん。でしょ？で、それで羽毛布団に騙されたことを総括せえへんかった人には次は太陽熱詐欺がやってきて、リフォーム詐欺がやってきて、屋根の修理詐欺がやってくるんですよ。騙された人フラグが立つ。その検証ってしなくたっていいので、結局さ、高橋陽一が時計泥棒であるとか、須田慎一郎が朝原将子と会ったとか言って、一番悪質な嘘をつく人間であるということを知らんかったことでしょ。いや、立花隆がオワコンだったのにもかかわらず兵庫県知事選挙で息を吹き返したこと。で、高橋陽一みたいなのに騙されること。須田慎一郎みたいなことを真に受けることって、それ結局さ、世の中狭いってことなんじゃん。自分が知ってる世界の姿が世界の筒いっぱいあると思い込んでるでしょ。あなた方は世の中はこういうもんだと思っている世の中というのが本当の世の中だと思ってるでしょ。で、それを今日の言葉で言えば確かにそれはエコーチェンバーとかっていうのかもわからんけれども、俺から言わしたらそれを田舎もんって言うんです。俺の言う田舎もんってのはそういうことです。自分の知ってる世界が世界の筒いっぱいやと思ってしまってる人間のことを田舎もんって言うんです。違うんですよね。自分の知ってることなんてそんなもん、太平洋に浮かんだヘアピンぐらいしか知らんねんから。全部が太平洋やったら、自分が知ってることなんて一生かけて学べることなんて砂粒一つになるかならないかぐらいですよ。太平洋にごぼうって言うたら俺の心が傷つくやろ。自傷行為になるでしょ、そういうことを言うと。だからごぼうという言葉を使わなかったの。太平洋にごぼうとか琵琶湖に爪楊枝とかね、そんなこと言うてるんじゃないの。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。